ドイツの北東、ここはシュベリーン。自然豊かなこの町には、湖に生える麗しき城、シュベリーン城があります。今回は主にシュベリーン城とこの美しい町の旅をほんの少しだけお届けします。ぜひ最後までご覧ください。シュベリーン城は湖に浮かぶ島の上に建てられている。その美しさと歴史的な価値からドイツではよく北のノイシュワンシュタインと呼ばれている。で、最近ユネスコの世界遺産にも登録された。城内の見どころはゴールデンホールと呼ばれている宴会場と太鼓の住居。美しい庭園は人間だけではなく多くの鳥たちにとっても楽園のような場所。町の周辺には12以上の湖が点在し、その中でもとりわけ大きな湖、シュベリーナーゼーはドイツで4番目に大きな湖とされています。シュベリーンはドイツ第一の都市ベルリンからは電車で約2時間半、第二の都市ハンブーグからは電車で約1時間です。マークもシュベリーン城初めて？初めてだよ。ドイツでは結構有名？そうだね。でもノイシュバンシュタインと比べたら結構人が少ないからいいね。あと山の上じゃないから楽だね、来るの。ドイツの名城というと大抵は森の中、山の上にありますが、この城は旧市街からも近く観光に便利な城です。現在は博物館や州議会議場として使用されています。シュベリーン城の歴史は10世紀スラブ人の集落まで遡ります。1160年にザクセン公ハインリッシ司公によって町が征服され、この城と教会が建設されました。19世紀にはシュベリーン城が改築され、現在の壮麗なネオルネサンス様式の姿になりました。これらの居住スペースや華麗で格式あるホールは、貴族の恵まれた優美な生活を連想させ、きらびやかな玉座の間や14世紀から18世紀にかけてのメクレンブーク公爵たちの肖像画がある先祖の画廊はとても印象的です。この城の見どころであるゴールデンホールは1913年に火事に見舞われ、実は焼失してしまいました。その後1972年、2017年と形を変え、現在の州議会議場へと生まれ変わりました。16世紀には北ドイツで赤レンガを使った建築が流行していたため、城の外壁には一部その影響が見られます。またこの城にはペーター・メンヒェンという小人の幽霊が住んでいるという伝説があります。このキャラクターはランタン、剣、鍵束を携え、泥棒や侵入者を罰するために災いやいたずら、
夜中の騒音を使って彼らを追い払ったとされています。一方で正直な人々には報酬を与えたとも言われています。また夜間警備に配属されていながら眠り込んでしまった兵士を起こしたとも伝えられています。せっかく北にいるので2人とも魚料理にしました。バルト海が近いのでバルトで採れた魚ですかね。私はフレンチのような感じで3種類の魚が少しずつ乗っているプレートを想像していたのですが、期待を大きく外し、ほぼそのまま賛美でした。裏切らないですよね、このドイツな感じ。この町では13世紀に建てられたゴシック様式の大聖堂も有名です。ですがこの日は結婚式で人がいっぱいだったので少しだけ。もともとロマネスク様式で建てられたこの大聖堂はハインリッシ司教によって設立されました。多くの巡礼者が訪れた結果、ロマネスク様式の大聖堂はすぐに手狭となり、その後ゴシック様式の大聖堂へと改築されました。塔に登るのは有料です。中世の時代にはこの塔を建てる余力はありませんでした。そのためこの塔ができたのは約700年後の1893年のことでした。117.5 メートルの高さの塔は町の象徴的なランドマークになっています。さて、シュベリーンの旅はここまで。次回はドイツで暮らす我が家のライフスタイル動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。